マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、皆さんは日本へ行った時におしぼりって見たことありますか？日本の飲食店では夏には冷たいおしぼり、冬には温かいおしぼりが出てくることが多いですよね。で、この、おしぼりを、お店でね、おしぼりを使って、それで手を拭くと、なんか、ほっとするんですよね。リラックスした気持ちになれるというか、そういった気分になります。で、実はこのおしぼりの起源については諸説あるんですけど、諸説っていうのはいろいろな説があるんですけど、江戸時代にはすでにおしぼりにつながる習慣があったと言われています。で、当時旅籠と呼ばれる宿や旅館みたいな、泊まるところですね。で、その宿屋では旅人のために水を入れた桶と手ぬぐいが用意されていました。で、旅人はその手ぬぐいを水に濡らして、で、絞って、で、それで、汚れた手とか足を拭いて、旅の疲れを癒していたそうです。で、この絞るっていうこの動作がおしぼりっていう名前の由来になったと言われています。なんですが、最近では日本でも布のおしぼりではなくて、使い捨てのおしぼりを出すお店が増えているそうです。で、この使い捨てっていうのは一度だけ使ってそのまま捨てるっていう意味ですね。皆さんは布のおしぼりと使い捨てのおしぼり、どっちが好きですか？私は個人的に手触りがいいので、やっぱり布でできたおしぼりの方が好きですね。うん。でも、お店の立場からすると、やっぱり布のおしぼりだと、洗ったり保管したりしなきゃいけないから大変なのかな。うーん。皆さんはどう思いますか？よかったらぜひコメントで教えてください。はい、それではね、今日のテーマ始めていきましょうかね。今日はですね、日本の文房具についてお話ししていきたいと思います。皆さんは普段使う文房具にこだわりってありますか？それとも文字が書ければどんなペンでもどんなノートでももう全然いい、もう何でもいいっていうタイプですかね？文房具って本当にたくさんの種類がありますよね。見た目がおしゃれなものとか、あとはすごく使いやすいものも多いですよね。私はもちろんデザインもすごく大切なんですけど、でもやっぱり使いやすさを重視するタイプですね。うん。私みたく使いやすさを重視するタイプの人には、日本の文房具は本当にいいと思うんですよ。しかも、ただ使いやすいだけじゃなくて、細かい工夫がされている文房具も多いのでね。そこもおすすめですね。はい。なんか、使う前は、そこまで考えるのって思う商品もあるんですけど、でも実際に使ってみると、ああ、確かにこれは便利だなって思う文房具が多いんですよ。そうやって感じることが多いんですよね。私は文房具オタクって言えるほど文房具に詳しいわけではありません。なんですけど、やっぱり毎日使うものだからこそ、使いやすさにはすごくこだわります。そこで今日はですね、私が実際に使ってみて、あ、これは本当に買ってよかったなって思った文房具と、あとまだ使ったことはないんだけど、今すごく気になっている文房具もご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。
そしてこの前の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、じゃあまず、実際に使ってみて良かった文房具から、ご紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目はロルバーンのノートです。で、このロルバーンって名前だけ聞くと海外のブランドのように聞こえるんですけど、これは日本の文具メーカーデルフォニックスの商品です。ちなみにこのロルバーンはドイツ語で滑走路っていう意味だそうです。で、この滑走路っていうのは飛行機が離陸したり着陸したりするときに使う道のことですね。このノートは表紙が厚くてしっかりとしたリングタイプのノートです。で、表紙に大きくロルバーンって書かれていて、ノートがね、開かないように留めるゴムバンドもついています。で、私も今、実際にこのね、机にあるんですけど、今画面を見ずに耳だけで聞いている方はごめんなさい。ちょっと画面にロルバーンのノート映します。はい。これです。私がね、前回、日本に帰国した時に、一時帰国した時に、東急ハンズっていう、なんかすごい広い、いろんなものが売ってる有名なお店があるんですけど、その東急ハンズで買ってきたロルバーンのノートです。そう。すごい可愛くないですか？このね、デザイン、緑とオレンジのこの組み合わせのこのデザインのノートがすごく可愛くて、一目惚れして買っちゃいました。で、もう一冊の方は、これね、まだ開けてないんですけど、そう。これも買いました。ピンクの無地のね、ノートです。これは本当にシンプルだから、なんでも、なんだろう、すごい使いやすいなと思って、そう、ピンクのものもね、一冊買いました。でもこれ、無地だからすごいシンプルなんですけど、ピンクだからちょっと映えるじゃないですか。だからすごく可愛いなと思ってね、これも買ったんですよ。そう。で、本当に私もね、これ今こっちの緑のね、ロルバーンのノートは使っているんですけど、私が実際に使ってみて、めっちゃいいなって思ったところが、特にね、気に入ってるのが、この中の、このノートの部分、そう、この紙がね、すっごいしっかりしているの。そう、だから、なんか、しっかりした紙だから、すごい書きやすいんですよ、文字が。うん。で、やっぱりなんといっても、表紙のデザインがすごく可愛いものが多いっていうところですね。そう。で、このデザインもすごい豊富なんですよ。私は今回この緑のね、可愛いデザインのノート買ったんですけど、この他にももういっぱいいろんな可愛いデザインが売っていました。そう。で、この無地のタイプもいろんな色が売っています。でもほんとどれも可愛いもう何冊も買いたかったんだけど、でもあんまり買いすぎちゃってもあれかなと思って、そう、今回はね、2冊だけ買ったんですけど、あの、もすごいこのロールバーンのノートってすごい実用的なんだけど、でもデザインも可愛くて豊富だから、もう持っているだけで気分が上がるノートだなって思います。うん。で、このロールバーンの表紙のデザインは、シーズンごとに新しい柄が登場するそうです。そう、あと、この、シーズンとは別に、地域を代表するモチーフをデザインした地域限定のロールバーンも売ってるそうなんですよ。うん。なので、そういう地域限定もいいなと思って、ちょっと気になってます。そう。だからちょっとどこかね、地方とか行った時は、その地域限定のデザインも買いたいですね。うん。そう。それぐらい、お気に入りのノートです。で、実はこのノートね、私前から
ずっと前から知ってはいたんですけど、使ったことなかったんですよ。でも、なんで今回ね、買ったかっていうと、あの、私の生徒さん、私フリートークレッスンをやっているんですけど、その私の生徒さんからお勧めしてもらったんですよ。そうで、その生徒さんは韓国の女の子で、こういったね、日本の文房具がすごく、好きだそうです。うん。だから、日本に行った時には、文房具屋さんにもね、よく行くそうなんですよ。そう。で、このノートが本当に使いやすいから、ぜひ、舞先生も、使ってみてくださいってお勧めしてくれて。で、実際私もね、買って使ってみたら、うわ、めっちゃいいじゃんと思って。そう。なので、まだ使ったことないよっていう方は、ぜひちょっと一度使ってみてください。多分ハマると思う。うん。なんか、こう、新しいノートを下ろす時って、なんかワクワクしませんか？私、もう毎回めっちゃワクワクするんですけど、このノートにこれから何書いていこうとか、どうやって使っていこうって、なんかいろいろ考えちゃうんですよ。そう。皆さんどうですかね？ちなみに、このノートは今、日記として使っています。日記日記っていうか、なんかね、自分が気づいたこととか、書きたいことがあった時に書いたりとか、自分の気持ちを書いたりとか、あとはやってみたいこととか、やらなきゃいけないこと、そういったことがあった時も書くようにしてます。うん。なので、その時に気づいたり、書きたいなって思った時に、こなんだろ思うままに、そう、このノートにバーっと書いてますね。うん。なんかよく言うじゃないですか。こうメモに、紙にね、こう書いて、こう書き出すことっていいって。うん。本当になんか自分がそれをやってみて思いますね。ああ、本当にいいなって。なんか読み返せるから、自分がこの日にどんな気持ちだったとか、なんかどんなことをしたいのかっていうのが、こ文字として確認すること、文字としてね、こうやって読むことができるので、そう、すごくいいなと思って、今そういう風にこのノートを、まあ、うん、書きたいこと書くようで使ってますね。はい。で、この新しいノートを下ろすっていう表現をね、私今したんですけど、この新しいノートを下ろすっていうのは、未使用の新しいノートを初めてこう使い始めるっていう意味です。そして2つ目は、パイロットのフリクションボール3スリムです。はい。これはですね、書いた文字を消せる3色ボールペンですね。この1本のボールペンの中に黒、赤、青の3色が入っています。で、この3色ボールペンって基本的にちょっと太いもの、太いペンが多いんですけど、これはね、名前の通りすごくスリムで、普通のボールペンのように持ちやすいんですね。で、何よりいいのが、書き間違えた時に、こうペンの後ろになんかゴムみたいなのがついてるんですけど、そのゴムの部分で文字を消すことができるんですよ。で、これがもうめっちゃ綺麗に消せるんですね。だから私はすごく気に入ってます。はい。あとは、もう本当に書きやすいペンなので、どんな紙でも、どんなノートにでもスラスラ書くことができるんですね。このペンはね、日本で会社員として働いている時からずっと愛用しています。でも本当にボールペンはこれしか使いたくないっていうぐらい本当に気に入っているので、替えのインクもめっちゃストックしてます。今ここに置いてあるんですけど、こんなにありますね。これが一袋3本入りなんですよ。で、その3本入りが、
2、白や9袋。3本入りの替えのインクが9袋あります。そう。もうね、本当に私大好きなんですよ、このフリクションボールが。なので、もう日本に一時帰国するたびに、もう替えのインク毎回買ってるんですよ。もういっぱいストックあるって分かってるんだけど買っちゃうの。そう。で、来月9月もね、また日本に一時帰国する予定なんですけど、その時も、また帰ったらね、絶対にまた替えのインク買うと思います。はい。そう、それくらい、もうストックがないと不安になるぐらい、この、ペンもお気に入りですね。3つ目は、ツバメノート株式会社の大学ノートです。はい、このノートは横に線が入った一般的なノートなんですけど、表紙がちょっとレトロで、昔の海外の本のような落ち着いたデザインなんですね。で、このノートも私、もちろんストックをしているので、はい、あるんですけれども、こういったすごくシンプルなデザインです。で、このデザインは1947年から使われているそうです。すっごい長いですよね。うん。で、このノートの特徴は、フールス紙っていう上質な紙を使っているんですね。だから、ツルツルしすぎず、ザラザラもしすぎないので、すごく書きやすくて、インクもにじみにくいんですよ。そう。で、私、このノートは、韓国語の勉強を始めようって思って、ノートを探している時に、こう出会ったんですよね。そうで、そこからもうずーっと愛用しています。そう。私はこのサイズ、ちょっと一般的なノートよりは少し小さめのサイズのこのノートをいつも買っているんですけど、これがサイズもちょうどいいし、本当に使いやすいんですよね。ちょっとちっちゃめのノートだから、持ち運びもすごく楽だし、で、先ほども言ったように、本当にすごくね、中のこの紙が、上質な紙でできているので、本当に書きやすいの。もうスラッスラ書ける。なので、このノートは私は韓国語の勉強をするときにいつも使っていますね。はい。で、今は私、韓国語のフリートークレッスンをやってるんですけど、週に2回、2、3回かな。フリートークレッスンを、受けてるんですけど、毎回ね、このノートに韓国語で日記を書くんですよ。で、日記を書いて、それを先生に送って、で、授業の時にその日記を、先生と確認する。で、ちょっと不自然な表現があるところとかは、先生が直してくれるっていう、そういったね、授業をやってるんですけれども、そう、もうその日記を書く時でも、私結構日記長く書いちゃうので、でもスラスラ書けるから、本当にすごく、なんだろう、使いやすいから、もうザーって韓国語でもバーって書けるんですよね。そう、もうこれも、本当にお気に入りで、もう韓国語勉強する時は、このノート以外は考えられないっていうぐらい、そう、ずっと使ってます。で、だからね、今までも何冊も使ってきましたし、もちろんこれからも使っていくので、もちろんストックもね、あと6冊ぐらいありますね。そう。これも日本へ一時帰国するたびに買い足しています。はい。はい。じゃあ今度は私が今気になっている文房具をご紹介したいと思います。まず一つ目はサンスター文具のスティッキールスタンプです。これは細長いペンのような形をしたスタンプですね。で、5つの小さなスタンプが縦にこう重なって1本につながっています。で、このスタンプ5つついてるんですけど、5つとも
スタンプの形は同じなんですけど、それぞれインクの色が違います。で、商品によっては、形が違うんですよ。丸もあれば、あとは四角もあったり、あとハートもありますね。それから三角もあります。うん。で、これはほんと商品によって形とか、あと色の組み合わせも違います。で、使いたい色の部分をくるっとひねって取り外して、で、紙の上にポンって押して使います。例えば、手帳の予定に使う場合、仕事は青色のスタンプ。で、遊びの予定はピンク。大切な予定は赤っていうように、色で予定を分けることができるんですよ。で、他にも、やることリストの横に、ポンポンポンって押して、で、そのやることリストが完了したら、そこにチェックを入れていくみたいな感じで使うこともできるし、あと、ノートとかメッセージカードに、ポン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 たくさん押して、可愛くデコレーションしたりすることもできます。これは5色のスタンプが1本になっているのでね、ペンケースにも入れやすそうだし、あとスケジュール帳に予定を書くときに、すごく重宝しそうだなと思って気になっています。で、この重宝っていうのは、便利でよく役に立つことを言いますね。うん。このね、ほんとスタンプは見た目もすごい可愛いんですよ。カラフルで。で、実用的なので、1本あるとすごい便利だなって思ったのでね。はい。これも日本に帰ったら買おうと思っています。2つ目は、パイロットの綺麗なっていう蛍光ペンです。はい。これは名前の通り、綺麗な線を引くことにこだわって作られた蛍光ペンなんですね。で、見た目は一般的な蛍光ペンで、片方が太い線で、もう片方が細い線を引けるようになっています。でも、普通の蛍光ペンと大きく違うところが、太い方のペン先なんですよ。このペン先の左右に小さなプラスチックの部品がついてるんですね。だから線を描くときに、線を引くときに、このプラスチックの部分が紙に当たるので、ペン先が左右に動かないようにしっかりと支えてくれるんですよ。なので、ペン先をまっすぐに進ませる、そう、綺麗に線を引くことができるんですね。うん。なんか皆さんも蛍光ペンって多分使う方多いと思うんですよ。日本語の勉強とかするときにね、あ、ここ重要なポイントだって思ったら、線をね、蛍光ペンで引いたりするじゃないですか。で、その時に、途中から線が斜めになっちゃったりとか、あと途中でギュッてなっちゃって、ちょっと線がぐにゃってなっちゃったりとかね。うん。そういう経験ありませんか？私はね、もう何回も今まであります。なんかね、まっすぐ引こうとしても、うまく引けないんですよね。微妙に曲がっちゃって。そう、それが結構、私は、なんかストレスだったんですよ、今まで。綺麗にまっすぐ引けないのが。うん。なので、この綺麗なを使って、何線を引けば、すごく綺麗に引くことができるので、うん、そういう小さなストレスを解決できるなと思って。うん、そういう小さなストレスを解決するために作られた商品なんですよね。だから、あ、もうこれも絶対買わなきゃって思ってますね。3つ目はソニックの角のオムクリップです。はい。これはね、ちょっと名前を聞いただけだと、どんな商品なのか分かりにくいですよね。これは本を開いたままにしておくための小さくて重いクリップです。で、大きさは縦横それぞれ3センチくらいで、小さな四角いブロックのような形をしています。
で、普通のクリップは、本のページのね、本の上を挟むじゃないですか。でも、これは名前の通り、本の角を少しだけ挟んで使うんですね。例えば、料理をしながらレシピ本を見ている時とか、あと参考書を見ながらノートに書き写してる時、書いてる時とか、本がパタンって勝手に閉じちゃう時ってありませんか？そういう時って、もう片手で本を押さえながら、もう片方の手で文字を書いたり、そう、レシピ本だったら押さえながら料理作ったりとかね。そう、これって結構めんどくさいじゃないですか。うん。で、こういう時に、このクリップを本の角に取り付けると、本を開いたままにしてくれるので、そう、すごい便利なんですよ。しかも、この挟む部分が透明になっているんですね。なので、クリップの下に文字があったとしても、それが透けてちゃんと文字が見えるんですよ。そう。これもすごくいいなと思って。良くないですか？うん。で、この商品はクリップが2つ入ってます。で、1つずつ左右のページの角につけることもできますし、あと2つを重ねてさらに重くして使うこともできます。で、この2つのクリップには磁石がついているので、あの、その2つをね、重ねるとピタッとくっつくんですよ。うん。で、サイズもね、すごく小さいので、そう、ペンケースに入れて持ち運びもしやすいので、あ、すごく便利そうだなぁと思いました。うん。で、私もね、韓国語の勉強するとき、たまに参考書を使って勉強するんですけど、参考書って結構分厚いもの多いじゃないですか。そうすると、やっぱり重いから、勝手にパタンってね、参考書が閉じちゃったりするっていうことがよくあったので、もうやっぱりそういうのもね、ストレスなんですよ。ああ、また開かなきゃ、何ページだったっけって言ってね。そう。でも、このクリップがあると、そういうストレスもなくなるので、これも、うわ、買いたいと思ってね。そう。なので、これもまた来月日本に帰ったら絶対買おうって決めています。はい、今日はですね、日本の文房具についてご紹介しました。いかがでしたか？今日ご紹介した文房具の中で何か気になった商品ありましたか？もしくは、ああ、この文房具私も使ってるっていう文房具ありましたかね？もしあればぜひコメントで教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。